はい、というわけで今日のテーマは、諸行無常でございます。おそらく、一編か二編は聞いたことある言葉だと思います。では改めてどういう意味かと言いますと、このように存在するものはすべて常に変化をしている。ですので、同じ状態が永遠に続くことはないですよっていうのが諸行無常。常に変化している。例えば、一番わかりやすいのは私たちのこの体ですよね。この、親と生まれてからそのまんまって人はないわけで常に変化をする。だいたい真ん中のこの辺までを成長って言うんですね。進化と言いますけど。多分私真ん中過ぎたぐらいかなと思いますけど、皆さんもうちょっと先をね、言っておられますよね。こっからこっちもやっぱり変化をしてるわけです、常に。ただこっちは、老化というんですね。どちらかというと。そして最後、ああいう感じに変わるということですね。常に私たちの体は変化をしている。ですからこの無常って言いますと、なんかいつ死ぬか分からへんみたいな話が多いので、そういうネガティブな印象を持っておられる方多いと思うんですけど、そうじゃなくって、良くも悪くも常に変化している。いい方向にも変わりうるし、悪い方向にも変わりうるっていうのが諸行無常。で、これは我々の体だけではなくって、ペットのワンちゃんや猫ちゃんもそうですし、建物もそうですね。建物にも寿命がある。明日ね、龍泉寺の建物、耐震強度がどんだけあるかってちょっと調べてもらうんですけどね。あとどんぐらい持つかっていうのをちょっとわかるんじゃないかなというふうに思います。まさにこの後、南海トラフ大地震ですか？そんなことも言われてますんで、そういった物事によって寿命よりも短くしてね、建物がダメになるっていうこともあります。これも諸行無常。そして我々が住んでいるこの地球という星も寿命があって、太陽にも寿命があって、いつかは消えてなくなると。大丈夫です。我々が生きている間ではないので。だいぶ先なんですけどね。いつかはなくなる。そして一説にはこの宇宙全体にもやっぱり寿命があって消えてなくなる。そしてまたゼロから全てが始まるというようなことも言われてあります。いずれにしても永遠というものはこの世には何一つないというのが諸行無常。だからこそ全ての存在は尊くて大切にすべきである。ですから紙切れ一枚でも尊いということですね。そしてそれは私たちの心の中にある思いとか気持ちもそうです。こうだぞって決め込んでも常に変化をする。なぜかというと我々の体も変化する、社会も変化するので、こうだぞと思ったことも常に変化するんだということですが、例えば、永遠の愛は存在するか。どうですか皆さん。存在すると。はい。真っ先に杭を振ってましたけどね。ね。結婚当初、永遠の愛を心から誓うわけですね。結婚当初からね、渋々いやいや、しゃーなしに結婚式あげると、ないと思いますね、基本的に。基本的にないので、その時はもう永遠に君のことを愛し続けるよなんてことを言って結婚するわけですね。ですが、この気持ちも例外なく諸行無常でございます。残念ながら変化をします。なぜならば、結婚後二人の生活は変化の連続であるから、あの日あの時の思いはやっぱり変化をしてしまうということですね。例えば一番早い変化の起こる時って言いますか、そういう事例が成田離婚っていうのがね言われましたね。結婚式挙げて新婚旅行に行って帰ってきたらその空港でもうさよならっていうね。あと実際にちょっと二人で何日か過ごしてみたらちょっと私無理だわっていうね。多分女の人から言われるんでしょうね。男の人は多分大丈夫じゃないかな。ちょっと切ないですね。ちょっとお互いもそうですかね。切ないですね。本当にもう君に夢中だと言って新婚旅行行ったのにもうちょっと無理ですっていうことも起こり得る。
反対に、よくね、ありますけど、第一印象は最悪でしたとかね。まさかこの人と結婚するとは思いませんでしたっていう二人が結婚して、末永く一緒にいるっていうケースもあります。これもやっぱり諸行無常ということですが、結婚後、本当にいろんな変化がありまして、女性の場合であれば、妊娠、出産、子育てが始まる、男性にとってもこれは大きな変化ですね。今までであれば、毎日毎日の生活、多少残業があったって平気だったのが、もう子供がおれば、夜泣きされたらね、本当に眠たいですから、そうするとだんだん精神的ゆとりがなくなってくる。で、仕事も続けていくと、だんだんこのポジションが上がってきましてね、責任が大きくなって、仕事も大きくなって、それこそ頭の中が常にもう仕事でいっぱい、責任も重いのでプレッシャーもかかる。そうするとついつい感情的になりすぎてね、家族の人に辛く当たってしまったりなんてこともあるかもしれないですし、自分自身、病気になる。家族が病気になるっていうこともあるでしょうし、大切な家族、親とかおじいちゃんおばあちゃんが亡くなるということもあるでしょうし、これはね、何のイラストかというと、もう若い頃のようにはいかへんなっていうこれ、イラストなんです。ね、私も40になりましてね、私の先輩が、いつもしんどそうにしてたんです。子育てもしながら、いつもしんどそうにしててね、なんでそんなしんどいんですか？いや、もうな、子供できてこの年だったらしんどいねんって、よう言うてました。僕には全然わからなかったんですけど、当時まだ30代前半で結婚もせず、子供もいませんでしたから、今だから同じような立場になりましてね、ようわかりますね。で、皆さんもだんだん年を重ねて、60になったら大変やで、70になったらあれやで、80になったらって皆さんよく聞かされるんですけどね。私が聞いた中で一番元気なのは90代です。90過ぎるとね、無敵になりますね。もしかしたらもう分からないのかもしれないですけど、90代案外元気です。70代、80代がぼやくほどぼやかないです。90代の方どっちかっていうと。いやーね、わしまだまだ元気で長生きしますぜ言うてね、結構前向きで生きてはるのは90代の方が結構元気です。70、80の人の方がどちらかというとちょっとシューンってなりがちな感じがいたします。はい、こういう変化の連続なので、自然と相手に対する思いも変化しますし、向こうは向こうでやっぱり自分に対する思いも変化している。変化するもんだということをやっぱり覚えておかないと、いや、あの日、あの時永遠の愛を誓ったのでもう大丈夫と思ってると、現実とお互いの思いとがズレが生じてくるので、そこで不具合が起きてくるわけですね。ある男のぼやき。結婚するとき、私は女房を食べてしまいたいほど可愛いと思った。今考えると、あの時食べておけばよかった。っていうね、アーサー・ゴッドフリーさんの話ですけどね。口が裂けても言えないですけどね。本当ね、あるお同士も言いますね。いや、もううちの家内は結婚詐欺です、みたいな。まさかこんなになると思いませんでしたっておっしゃってしますけどね。女性方にしてみれば同じことを思ってるでしょうね。結婚当初頼りになると思ってたのに、うちの旦那はこんなに頼りないとは思いませんでしたってね、言われてるかもしれないですね、本当に。本当にそういう変化がやっぱりお互いにあるということですので、結婚当初の愛情は時の流れとともに残念ながら必ず変化をいたします。これもやっぱり良くも変化するし、悪くも変化するっていうことですね。だからこそ夫婦の愛が永遠の愛となるように、いつも心がけ努力することが必要です。努力をしなきゃいけないですよ。努力の仕方はいろいろあると思うんですけどね。これはもうやっぱりね、人生の諸先輩方に聞くのが一番だと思いまして、いろんな方々の言葉を調べたんです、インターネットで。で、これはっていうのをちょっと2、3、今日はご紹介したいと思います。これ有名ですね。結婚前は両目を大きく開いてみよう。結婚してからは片目を閉じようっていうね。もう両目閉じないといけない場合もあるかもしれないですけど。それだけ寛容的にならなきゃいけないですよ。あれもこれもね、ブチブチ言うとったらまた向こうからも言われますからね。やっぱりある程度お互いに許すってことが大事ですね。受け入れるということ。
で、もう一つ、夫を捕まえるのは技、とどめておくのは努力っていうね。これ本当に、なるほどなと思いましたね。これは嫁を捕まえるのでもいいと思うんですけどね。男女お互いだと思いますね。やっぱり、恋愛をして結婚するぞ、そういう人、相手を見つけるには、そういう腕が必要かもしれない。けれども、結婚した後は、それが続くような努力をしなきゃいけない。ほっといて勝手に続くもんじゃないですよ。お互いに気持ち変わりますからね。そういう努力が必要ですよ。なるほど。辛抱とかね、忍耐とか、感謝とか、いろんな努力が必要だと思います。そしてもう一つ。男と女、こうも違った、しかも複雑な二人の人間が、お互いによく理解し、愛し合うためには、一生費やしてもまだ長すぎはしない。一生かかってもなかなか分かり合えない。本当に愛し合うには時間がかかる、努力も必要。そう思えば、もうここで大丈夫って思って安心しちゃうと、後々大変ですよと。常にやっぱり、相手に対する思いを更新していく。その年々に、その時々に思いを改めて、その時にふさわしい思いを相手に持つ。またお互いにそういうことを思い合う姿勢が大事なんだ。そうしても一生かかってもまだまだ時間かかりますねってことをおっしゃってる言葉ですね。これも確かにそうだなというふうに思います。つまりは永遠の愛というのは夫婦がお互いに一生かけて愛し続けること、そういう働きかけを常に持つってことですね。ですから諸行無常なので永遠の愛はないとも言えますし、諸行無常なので途中でね、バラバラになりかけても元に戻そうとすれば戻ることができるという意味では諸行無常は、永遠の愛はあり得ると言えるわけで、いずれにしても大事なのはお互いの気持ち、その姿勢ですよね。これを続けようっていう思いが大事だということでございます。ご教科を拝見いたしますと、世の中を恨むは愚か、解もなし。暗くは己が報いなりけり。このような形でございます。どういう意味かと言いますと、自分の人生を作り上げているのは自分の心であり、言葉であり、行動でありということなので、そう思えば誰かのせいにしたり、世の中を恨んだりしても仕方ないことですよ。それよりも自他ともに幸せになる生き方を心がけることが大事ですよ。ですから夫婦喧嘩とかありますけどね、もう相手だけが悪いと思ってるところはもう絶対折り合いつかないわけで、やっぱりお互いの至らないところをやっぱり反省して、そういったところを変えていくことによって、物事がスムーズに進むわけで、あいつが悪い、こいつが悪い、あれが悪い、これが悪いと言っている限りは何も変わらないですよってことをおっしゃっているご教科ですね。というわけで、我々諸行無常を生きるわけで、永遠はないということは、すべての可能性があるということです。良くも悪くも可能性がある。ですからこれをポジティブに、前向きに受け止めて、より良い人生になるように、いい心と言葉と行動で生きていきましょう。特にパートナーがいる、家族がいるんであれば、そういう姿勢で共に生きようとすることが大事ですよ。それが諸行無常の生き方ということが一つ言えると思います。というわけで今日は諸行無常についてお話をさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。